おはようございます。たかしです。本日は6月19日水曜日、ただいま7時42分。それではポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日の日足は陽線、ちょっとラインと重なって見にくいんですが、陽線ですね。若干実体部分は小さいんですが、ローソク足、日足としては陽線で終えております。現在は直近の高値、ここですね。200.5 というところに張り付いているところです。本日上昇から始まっておりますので、今上抜けそうな雰囲気ではあるんですが、今日足ではこの直近の高値っていうところがずーっと意識されて、ここから下落するのか、ここを上抜けてくるのかというところです。上抜けてくると次のターゲットが202円付近、そして203円付近と考えておりますので、そのあたりまでの上昇はイメージしておくといいと思います。逆に現在地付近から下落していくのであれば、この赤い水平線ですね、198円付近までの下落が考えられます。インジケーターはマクディがちょっと弱いので、もしかするとまだ下落方向に動く可能性は高いとは考えられますが、その辺がちょっと分かりにくいところですね。チャートを見ると上昇しそうなそんな雰囲気、ただマクディは弱いので、現在地付近から先ほど言ったこの赤いラインぐらいまで下落する可能性もありますので、今はどちらの可能性、かなり高値圏にありますので、上昇して上抜ける可能性もあるんですが、どちらかというと今現在ずっと高値止められてきてます。ここも上髭になってますよね。ということは本日上髭をつけて下落するみたいな動きになってくる可能性も十分考えられるので、上昇したからといって安易にそこについていくのは危険だとは思います。では4時間足です。4時間足は単純ですね。この黄色のボックスの中でずっと動いております。昨日は GMMA の青帯でサポートされて上昇、そして現在はこのボックス上限、ちょっとこのボックス上限っていうのが先ほどの白い水平線と重なってますので、その付近で今上値を抑えられているところです。ここを上抜けてくると 201.5 っていうのが次のターゲットになってきます。ただ現在はレンジの上限ですので、当然ここから下落していくっていうことも考えられますので、そうなると次はこのセンターライン 199.8 付近、もしくはこの下限ですね、199円付近までの下落も考えられますので、そこはご注意ください。今は上抜けそうな雰囲気ではあるんですが、レンジ上限ってことは当然過去の動きを見ていると、ここから上抜けると見せかけて下落する。ここもそうですよね。一旦上抜けたんですが、すぐに下落しているという、一旦上抜けて、次のローソク足で全戻し、で、そこから下落していくっていうことも十分考えられる、そういうポイントにはあります。では、1時間足です。1時間足は GMMA の青帯でサポートされてじりじりと上昇してきているんですが、昨日動きはかなり分かりにくかったですよね。上昇してもその分全戻しするみたいな、そういう動きを何度もしているのが昨日の動きでした。今はレンジ上限にありますので、やはりかなり上値が重い、売り圧力が強くかかっているっていうのがよくわかります。昨日の投稿とかでもお話ししてますが、基本的なこのゾーンっていうのは意識されやすい、そこからの売り圧力がかかりやすいポイントですので、昨日上昇してきて黄色ゾーンにぶつかったところからのショートエントリーは比較的やりやすいんじゃないかなと思います。現在もちょうど黄色ゾーンにぶつかってますので、ここから下落するのかどうかっていうところに注目ですね。まずはこの昨日の高値安値、この辺でレンジを作りそうな雰囲気もありますので、まずは昨日の高値と安値、そのあたりを意識しておく、そしてそれを抜けた方についていくっていう考え方でいいと思いますので、まずはこの黄色ゾーンを抜けられるかどうか、上抜けてくれば先ほど言った 201.6 付近が次のターゲットになってきますが、この黄色ゾーン上抜けられないと再び下落していって昨日の安値、もしくはこの黄色のボックスのセンターラインの 199.8 付近まで下落するかもしれませんので、その辺の動きを本日見ておくといいと思います。では次はドル円です。ドル円も昨日はローソク足、日足のローソク足としては陽線なんですが、すごくわかりにくい動きをしますよね。じりじりと上昇しているというところで、現在は158円がかなり上値が重くなってきてますので、158円を上抜けられるのか、それとも上抜けられずに一度下落して押しをつけに行くのかというところです。日足の白いトレンドラインがありますので、もしかするとこのトレンドラインぐらいまで下落していく可能性、そうすると156円とか155円台ぐらいまで下落するかもしれませんね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、いつ下落してもおかしくない状態です。前回も高値圏に入ると、やはり比較的下落方向に動きやすいんですね。ただ過去の動きを見ていると高値圏で張り付くっていうことも考えられますので、そこは注意が必要なんですが、現在高値圏で張り付いておりますので、このまんま上抜けしていくのか、それとも1
158円というところを上抜けられずに諦めて下落するのかという今は節目にありますので、どちらに動くのかが分かりにくいところなので、ここから上抜ける可能性も下に行く可能性も十分ありますので、決めつけたトレードはしない方がいいと思います。では4時間足です。昨日も分かりにくい動きをしてますね。ポンド円も同様なんですが、上がったり下がったりというのを分かりにくく動いております。基本的には GMMA の青帯上向きですので、上昇トレンドではあるんですね。ここのところこういう感じで上昇トレンドは作っているんです。ただこの直近の高値158円付近がかなり重くなってきておりますので、そこを今目指しているんですが、そこを上抜けるかどうかっていうところ、その中でじりじりと上昇しているというのがここ最近の動きですね。今は高値圏158円という節目を抜けられるかどうかっていうところにあるので、ここから下落していく、上がりきれないのであれば下落するでしょうし、上抜けていけば次は160円を目指していきますので、その辺の動きを見ておきたいですね。ですのでここから買っていくのはちょっとやりにくいかなと。一旦 GMMA の青帯ぐらいまで押しをつけてくれば、そこからの押し目買いが可能なんですが、現在はどちらかというと158円がかなり上値が重くなっているところなので、ここからの戻り売りで一旦の短い下落を狙っていく方がトレードはやりやすいかもしれません。では1時間足です。1時間足は水平線を何本か引いてまして、ここ黄色のゾーンを昨日上抜けてきたんですね。で、そこを上抜けて、そして昨日この黄色のゾーンにサポートされて上昇。今はそこでサポートされるかどうかっていうところを見ているところ、ここでサポートされればここから上昇していって、再び昨日の高値、そして158円をしっかりと上抜けてくることになると思うんですが、今のところ158円を上抜けても、再び157円台に戻されてますので、ちょっとこの辺の動きが重いですよね。158円から158.3 っていうところが重くなっておりますので、ここをしっかりと上抜けられるかどうかっていうところです。1時間足 GMMA 上向きですので、上昇トレンド中、基本はこの上昇トレンドに従っておくのがいいと思いますが、なんとも上値が重いので、本日もう一度昨日高値を目指していて、そこが上値が重くてまた再び大きく下落するっていうことも考えられますので、売っていく場合も買っていく場合もしっかり引きつけることが大切ですね。例えば GMMA の青帯、現在地付近から買っていった場合っていうのはいいんですけれども、158円台に乗せてからそこからじゃあロングエントリーしようと思っても、当然そこから昨日みたいに下落してくる可能性があるので、できれば下がったところ、現在地付近から買うのであればやっていきたいところ、逆に売るのであれば昨日高値ぐらいまで引きつけておきたいところですね。基本は上昇トレンドですので上抜ける可能性はありますが、今のところこの 158.3 っていうところが上値が重くなってますので、その辺付近まで上がってくればそこからの戻り売りが考えられますので、売る場合も買う場合も引きつけてが大切になってきます。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。